ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。はぁ。どうしたの？いや、先週の動画は視聴数が少なかったなぁと思って。わかっててヴィンテージウォッチの話をしたんでしょ？でも、視聴数の割にチャンネル登録をしてくれた視聴者さんは多かったんだよ。じゃあ、よかったじゃない。かわいそうだと思ってチャンネル登録してくれた人がいたのね。ほんと、嬉しいぜ。それで今週の小話は何かしら？ランドブエラーの話をしようと。遅いわよ。なんで怒られた？どうせやるなら先週やりなさいよ。先週はバースイヤーウォッチの話がしたかったんだ。今週と先週が逆でも問題なかったでしょ？ちゃんと計画性を持って動画を作りなさいよ。すいませんでした。何か他の話はないの？じゃあ、今年のロレックスマガジンの話から始めるよ。この番組は、時計の小話の提供でお送りいたします。時計やロレックスが好きな方で少しでもチャンネルに興味を持ってくれた方がいましたら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。感想や購入報告もいただけたらすごく嬉しいです。ゆっくりしていってね。それでロレックスマガジンはもらえたの？いや、もらえてないよ。なんだ、じゃあ、どうしたのよ？海外版だけどフリマサイトに出品されていたんだ。今年も制作されるのね。そうだ。紙のカタログが廃止になってしまったから、ロレックスマガジンも廃止にならないか心配しているロレックスファンは多いと思うぜ。それは朗報ね。今年も正規販売店でもらえるかもらえないかの引きこもごもなドラマが展開されると思うよ。楽しそうに話しているけど、マリサはもらえるの？今年は購入したからワンチャンあると思ってるよ。剛さんぐらい常連にならないと忘れられてるんじゃない？やっぱりそうかな？そうよ。じゃあ、今年もフリマサイトで購入するぜ。販売員さん、かわいそうだからあげてください。話を変えましょ。ランドブエラーを見てきた感想でもいいか？マリサの話したいことを聞いてあげるわよ。ほんとか？見てきてそんなに良かったの？ランドブエラーは評価が分かれているけど、私は、ありよりのありだ。ハニカムモチーフの文字盤はどうだった？実物で見るとまた違った印象に感じたよ。アワーマークも色々と言われているわよね。デザインだけで言えば、私もデイトジェストの方が、ロレックスらしい伝統的なデザインで好きだよ。じゃあ、どこが良かったの？またコメントでお叱りを受けるかもしれないけど、キャリバー7135、新ムーブメントにワクワクするぜ。また怒られちゃうわよ。若い頃に車のエンジンなどの話をしていた時みたいな、ワクワクしていた頃の感覚を思い出すんだよ。メカ好きなのね。機械式の時計が好きな人はみんなそうだと思うけどな。ランドブエラーは発表の仕方から今までとは違っただろ？リーク情報があったりもして騒がれてたわよね。秘密主義のロレックスとしてはリリース戦略の大転換だよ。言われたらそうね。2012年にスカイブエラーが発表された時は、正式発表まで画像も動画も一切公開されなかったはずだ。10年以上も前だし、今とはネットの影響力も違うわね。それもあるし、ランドブエラーがチャレンジ作だと思うんだ。ムーブメントの開発に7年もかけたのよね。そうだ。ロレックスでも初の振動数、毎時3万6000回振動のハイビートと聞いただけで胸熱だ。ロレックスにとっても悲願だったかもしれないわね。そうだと思うぜ。他にも、ブレスレット一体型のロレックスクォーツを再解釈して作られたケースデザインや、トランスパレントケースバッグにするなどした意欲作なんだ。新しい試みを感じるのね。トランスパレントケースバッグを採用するモデルが、今後増えるかもしれないし、岐路になるモデルかもしれないぜ。10年後ぐらいに振り返った時に、分岐点となったモデルになるかもしれないわね。10年後にはハイビートを搭載したモデルや、トランスパレントケースバッグを採用したモデルが増えている可能性が高いと思っているよ。ハイビートのコスモグラフデイトナが発売されてるかもね。エルプリ好きなら気絶するほどの衝撃モデルだよ。サイズ的にはどちらが気になった？見た印象だけなら、36mm がいいと思ったな。試着はまだできないの？私が行った時点で試着はまだできないと言われたぜ。それは残念だったわね。入荷もまだで販売実績もないと言ってたよ。展示されただけでも反響はあるのかしら？やっぱり展示品を見に来るロレックスファンは多いみたいだ。いつ頃から入荷が始まるのかしら？お決まりだけど、販売員さんもわからないと言ってたぜ。狙っているランナーさんは値上げの噂もあるし、入荷日が気になってやきもきしちゃうわね。販売員さんと話をした印象では、6月の値上げはないような感じがしたんだけど、こればっかりは予想ができないな。ランドブエラーのホワイトロレゾールモデルでも、ベゼルにゴールドを使っているから値上げ率が心配ね。他の新作は流通が始まっているモデルもあるから、もうすぐ流通するんじゃないかとは思っているぜ。マリサはまだ制限開けないから厳しいかもね。10% ぐらい値上げされたら厳しいなぁ。そういえば、1908の設計もブレスレットはどうだった？
やっぱり最初のイメージとの違いが大きすぎて、印象を覆すほどの衝撃はなかったよ。そうなんだ。新作発表の時の PV は衝撃を受けたんだよな。言ってたわね。もう少しサイズが小さい方がいい気がするんだけどね。ドレスウォッチだしね。PV だとすごく素敵に見えるんだけどな。ロレックスって実物の方がいいこと多いのにね。あくまで私の感想であって、好みは人それぞれだし、1908が素敵だという感想も多いのは嘘じゃないよ。設計もブレスレットの試着もまだできなかった？私が言った時点ではまだできなかったんじゃないかな？なんか曖昧ね。ランドブエラーのことで頭がいっぱいだったから、はっきり1908の試着を聞いたか覚えていないんだ。そんな大事なこと、ちゃんと聞かなきゃダメじゃない。面目ないぜ。ほんと、視聴者さんはそういう話が聞きたいのよ。ただ、新作で試着できるモデルはまだないと言われたような。言われてないような。もう役立たず。反省しています。次行ったら、ちゃんと聞いてきてよ。わかりました。それでランドブエラーを提案されたら購入するの？もし提案されたら購入する可能性は高いかな？そんなに気に入ったのね。私にとっての時計はロマンだからな。聞いててもそう思うわ。ただ、問い合わせもランドブエラーが一番多いと、販売員さんも言ってたから購入は難しいと思うよ。やっぱりそうなんだ。第一希望で探せば可能性はあるかもしれないけど、販売員さんからランドブエラーはいかがですか？の提案は最初はないと思っているよ。販売員さんも第一希望の人に販売したいわよね。そう思うし、一番欲しいと思ってる人に販売してほしいぜ。転売ヤーには売らないでほしいわね。やっぱり購入しやすくなっているのか、当月ギャラの SS デイトナが並行店で売られているよな。マリサは第一希望じゃないの？まだ決めていないけど、第一希望ではないんじゃないかな。まあ、ゆっくり考えてる時が楽しいわよね。そうなんだ。バースイヤーウォッチを購入してから、セイコーや、ヴィンテージウォッチにもますます興味が湧いてるぜ。そういえばオーバーホールには出したの？色々検討してオーバーホールしていただく時計店さんを決めることができたよ。どこの時計屋さんにしたの？それは時計が戻ってきたら、別動画で紹介するよ。もったいぶるわね。戻ってきてないから無責任な発言はできないだろ？それはそうね。ヴィンテージウォッチのオーバーホールをしたいけど、どこにしようか悩んでいる人は意外と多いと思うんだ。メーカーが受け付けてくれない時計は仕方ないものね。時計の場合、外装は見えても中が見えないしな。そうね。私たちのような素人には、オーバーホールしてなくても、したと言われたら信じるしかないわね。だから信頼できると思えなければ店名は出せないよ。それがいいわね。とりあえず、ここまでの進捗情報を話すよ。わかったわ。まずはネットや YouTube で信頼できると思える店舗に、メールでオーバーホールしていただけるか問い合わせたよ。ね。返信をいただいた内容を確認して信頼できると思った、時計店さんに YouTube で動画にして良いか確認したぜ。そこは礼儀として必要よね。2店舗に問い合わせたんだけど、返信は1店舗からしかなかったんだ。まあ、それはしょうがないわよ。そうなんだ。小さいチャンネルだから宣伝にもならないし、ネットだから何を言われるかわからないからな。時計屋さんには何の得もないもの。もちろん、宣伝効果もないし店名は伏せさせていただく、条件でも大丈夫ということで確認させてもらったんだ。一つの時計屋さんは返信があったのよね。あったよ。どうだったの？心よく了承していただけたんだ。よかったじゃない。しかも、店名を出すことも、時計屋さんとの手続きの流れも、動画にして問題ないと言ってくれたんだ。おお、すごい自信じゃない。そう思うよな。自分の仕事にプライドを持っているように感じたぜ。それじゃあ、その時計屋さんにオーバーホールをお願いしたのね。そうだよ。着払いで OK だから送料もかからなかったぜ。良心的じゃない。時計屋さんが時計を受け取った時点でメールをくれたよ。無事に届いたのがわかると安心ね。それだけじゃなく、現在の制度日差と振角も計測した数値が書かれていてびっくりしたぜ。仕事に抜かりがないわね。日差はプラス5秒からプラス7秒。振角は170から200程度と書かれていたな。それってどうなの？50年以上前の時計だぜ。当時の定価は1万6000円だ。成功すごいじゃない。セイコーの当時の技術力には驚きと誇らしさを感じるよ。振角はどうなの？ネットで調べたら、250度から320度が理想みたいだよ。200度はどうなのかしら？振角が250度より低い場合は、潤滑状態が悪い可能性があるみたいだ。へえ、じゃあ、オーバーホールの見積もりに出してよかったじゃない。そうだな、もともと気になるところもあったし安心したよ。そうなのね。ここからがオーバーホールの正式見積もり依頼だ。ここまでは違ったの？ここで問題がなければオーバーホールの必要がないからね。
そっか、やっぱり良心的じゃない。ここから見積もりに10日ほどかかるよ。結構、しっかり調べてくれるのね。なるべく追加料金がかからないようにするための、配慮なんじゃないかと思ったぜ。メーカーじゃないし、他の時計のオーバーホールや、お店の営業もしないといけないから大変よね。そうだよな。そして8日ぐらいで見積もりの連絡が届いたよ。ちょっと早く届いたのね。今回は金額は控えるけど、納期は1ヶ月半ぐらいみたいだ。時計の種類によっても違いそうね。そして注意事項も書いてあったよ。何が書いてあったの？保証期間は6ヶ月。時計によっても違うかもしれないわね。ヴィンテージウォッチだからな。メーカー修理のできない年代物だもんね。受け付けてくれるだけでも感謝だよ。それで他には？ゼンマイの力が落ちてるから、ハイビートでも精度が安定しない。それはそうね。防水の保証も難しい。これも仕方がないわよね。ヴィンテージウォッチだから非防水は当然だよ。先に説明してくれるのは親切よね。それに了承できたら正式に依頼することになるよ。もちろんお願いしたんでしょ。すごく信頼できると思ったから依頼したよ。戻ってくるのが楽しみね。実は、もう一つお願いしてたことがあるんだ。何を？オーバーホール前と後の写真を撮っていただいて、YouTube で使わせていただきたいとお願いしたんだ。人見知りのくせに厚かましいわね。ムーブメントを見れる機会なんて素人にはないだろ。さすがにめんどくさいし断られたでしょ？いや、心よく引き受けてくれたんだ。良心的すぎて怖いわね。そうなんだ、依頼してよかったと思っているよ。それで画像はもうあるの？今からお見せするぜ。私のバースエアウォッチの内部だ。おお。予想していたより綺麗なんじゃない？私も綺麗で驚いたぜ。同じ年数生きててもマリサとは大違いね。きっとこれまでのオーナーさんが大切に使ってたんだと思うよ。これだけ綺麗ならオーバーホールいらないんじゃないの？いや、パワーリザーブが短い気がしてたし、油切れも心配だし、履歴がわからないからオーバーホールは必要だよ。これからも大切に使うならそうね。そして、もう一つムーブメントが見たかった理由があるんだ。何？前回の話でクロノメーター刻印についての話をしたけど、私のバースエアウォッチにも刻印があったんだ。どこ？ここだ。6桁の刻印が入っているだろ？よかったじゃない。時計屋さんも時計の状態は非常に綺麗と言ってくれたよ。プロが言うなら安心ね。ネットで購入したから少し不安もあったけど安心したぜ。それだけでもオーバーホールに出した価値があるじゃない。ほんとそうなんだよ。戻ってくるのが楽しみね。これからも途中経過があれば報告していくぜ。戻ってくるのは、7月の中旬頃かしら？それまでにチャンネル登録者様1000人を達成して、記念時計にしたいと思っているぞ。あと、何人ぐらいなの？あと、60人ぐらいだ。ちょっと難しいかもしれないけど頑張りましょ。多分無理だと思うわ。オーバーホールまでに達成するぜ。今回の小話はいかがでしたか？今回の動画が面白かった、役に立ったという方がいましたら、ぜひチャンネル登録&高評価、よろしくお願いいたします。動画の数も少しずつ増えてきましたので、まだ視聴していない動画がございましたら、もう一本視聴していただけますとすごく励みになります。動画の感想もコメントに残していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。